はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方からですね、情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。はい、で、今回はですね、アミカスブリーフがメインの話になってきます。アミカスブリーフっていうのは、第三者からの擁護するですね、意見書のことになりますが、リップル社、SEC、両方でね、擁護する意見書の方が続々と提出されましたので、そちらをね、メインに解説の方していきたいと思います。昨日のね、コインベースから始まって、たくさんのね、企業が提出の方されました。で、まずですね、ブロックチェーン協会が正式にアミカスブリーフを提出しましたと。SEC の証券取引法の極めて、広範囲にわたる規制の解釈は、業界に壊滅的な影響を与えるだろうということですね。で、今回の動画の概要欄の方に、元記事のリンク貼っておきますので、そちらね、リンククリックしていただけましたら、この動画のね、元記事見れますので、そちらからね、このドロップボックスクリックしていただけますと、本書の方がね、見ることができます。で、こちらのね、ダスト BC 暗号通貨のニュースメディアの方が、SEC は、説明責任を果たす必要があるとか、あとはビットルのアンバサダーの XRP クリプトウルフさんはですね、ブロックチェーン協会は以前はリップルや XRP が好きではなかったが、今は注目しているということですね。で、内容の方こちらになります。1933年証券法第5条に基づき、SEC はトークンを下流に売却する前に、最初の購入者が売却者に対してどのような権利を保持していたとしても、下流のユーザーがなぜそのトークンを購入し、なぜそのトークンがどのように使用されても、その後の取引を通じてトークンが証券として残るものと考えていますと。で、実際 SEC のゲンスラー委員長は最近大した説明もなく、大半のトークンは証券であるとの見解を示していますと。で、トークンはソフトウェアの一種ですと。で、投資契約の一部として、ソフトウェアであっても、いかなるものも発行されうることは間違いない。また、何の法的権利もなく提供されるソフトウェアそのものが投資契約であることも疑う余地はない。SEC の証券取引法のこのような極めて広範囲な解釈は業界、そして業界外にも壊滅的な影響を与えるだろうと。で、市場参加者は様々な方法でトークンを取得して様々な目的でトークンを使用していますと。それらの方法や用途の多くは商品やサービスの支払い、知的財産権の移転、卸売資産追跡やその他のバックオフィス機能、あるいは特定のブロックチェーンプロジェクトにおける特定の目的のためのトークンの一時販売や配布とは何の関係もないものですと。で、実際、業界の他の数多くの例は投資契約とみなされる可能性があるものの範囲外でトークンが実際にどのように使用されるかを示していますということですね。このようにアミカスの方で内容の掲載されております。で、2社目がパラダイムオペレーションズですね。こちらの方も提出の方終わりました。で、内容の方がですね、意見書でもトークン自体が証券であるという SEC の見解が採用されているようですが、その提案に対する法的分析や裏付けはないと。キックと LBRY の裁判所は暗号資産を証券として解釈することで既存の控訴審の判例や法的指針の範囲を逸脱していますと。これらの事例のうち一つは上訴審の審査を免れ、もう一つも免れる可能性がありますが、この事例に注目したことにより、この決定的に重要な区別についてより厳格な分析を行うことが強く求められていますと。で、XRP トークンそのものの性質について論じる必要はありませんと。既存の判例と法的ガイダンスの限界を超えてしまうことは誤った判断であり、重大問題解決法に反するため、そうでない場合でも弁護可能な判例が覆される可能性がありますと。で、連邦控訴裁の総合的な検討により、暗号資産そのものを証券として分類するために、ハウェイテストを使用することはできないことが確定していますと。で、連邦控訴裁の法律を総合的に検討すると、ハウェイテストは投資契約の対象物、ここでは XRP トークンが証券であるという判断を裏付けるものではないことが確認されていますと。したがって、暗号資産の二次取引が証券取引となるためには、資産自体が証券とみなされるのに十分な価値ある権限や義務を提供する必要があるか、その取引に特有の状況に基づいて新たな投資契約取引が成立する必要がありますと。で、この結論は連邦控訴裁判所判決253件と最高裁判所判決13件を検討した結果、これらの判例は証券を適用すると認定された関連控訴審の判例すべてを含むものであり、裏付けられているものでありますということですね。
根拠の方を持ってきて、このようにね、説明の方をされてます。で、3社目の方が、続いてが、こちらがね、ジョン・ディートンさんですね。僕の動画でも紹介の方をさせていただいておりますが、弁護士の、法律家の方ですね。で、クリプトローっていうのは、そのジョン・ディートンさんが運営しているメディアになります。で、申し立ての方ね、提出しましたよということで、で、ジョン・ディートンさんツイートされてます。XRP ホルダー、アミカスブリーフをクリックすると、私が引用した資料にハイパーリンクが貼られていることを確認いただけますと、ヒンマンのスピーチ、フィンセンの和解案、政府の調査結果、ゲイリー・ゲンスラーのビデオクリップなど、裁判官はリアルタイムで直接ソースにアクセスすることができますということで、僕のも見てみましたがね、文章中にハイパーリンク、要は URL がね、組み込まれてるんですよ。だから文章を見ながら、その、気になったところね、ハイパーリンクをクリックすると、直接その引用源をね、のサイトの方に飛ぶことができますので、裁判官はね、より、検討しやすいんではないかといった形になるかと思います。そして SEC が XRP に対する申し立てに勝利した場合、SEC はデジタル資産取引所、開発者、供給者、そして XRP の一般ユーザーや保有者を含む膨大な数の非当事者を規制する権限を持つことになるため、我々アミカスキュリエは、謹んでこの報告書を提出しますと。これは XRP の二次市場全体、そしておそらく暗号通貨市場全体に劇的な影響を与えることになりますと。SEC がこの強制措置を、司法権の範囲を拡大することのための実験台として利用する一方で、何百万人もの無実の保有者が被害を被ることになりますということですね。で、ジェレミー・ホーガスさん、YouTuber 兼法律家の方、弁護士の方ですが、XRP 保有者報告書は3回読んでさらに好きになりましたと、しっかりしていますと。で、内容の方こちらになります。SEC は XRP 自体が証券であると主張しています。最初の訴状の提出から、略式裁判の申し立て、その間の提出に至るまで SEC は一貫として、XRP が自体が証券であると主張してきましたと。で、SEC は、ハウェイは、裁判所が取引の経済的実態を見ることを要求している。SEC はリップルが提案した特定の取引が証券法第5条に違反していることを証明しなければならないと認識はしていますが、SEC は特定の取引を問題にしているわけではありませんと。もう XRP 自体が証券であると。で、その代わりに全ての XRP 取引が第5条違反であるか、4条の面積に該当するとの判決を裁判所に求めていますと。で、SEC はリップル社が9年間に及ぶ継続的な実質的に同等の行為を行っているという、その省略的で分析的に怠惰な主張を堅調するように本法廷に求めていますと。で、流通市場でも取引されている XRP は今日その投資契約を表していますと。SEC の XRP 理論は非常に飛躍的で、時間と空間を超えて未来に移動し、遠い国であっても将来可能な全ての販売を補足していますと。仮に将来のある時点でどこかの国が XRP を法定通貨として認めたとしても、それは被告のこれまでの、そしておそらく将来も重要な企業的経営的努力の結果であり、利益を期待する一般投資家は被告の共同事業への資金投資をする際にこれを信頼したと。で、SEC の、ハウェイの主張の範囲は空間的にも時間的にも本当に定義不可能なほど拡張されていますと。23、24で議論したように、SEC は、何年も前にリップル社の従業員が一握りの個人に対して行った私的な発言をリップル社が XRP を世界に提供した証拠とみなすことを本法廷に、求めていますと。SEC は、時間の始まりから世界の終わりまで、XRP の一つ一つの販売がハウェイの3つのブロングを全て満たし、従って特定の取引の証拠を提供する必要がないと主張することによってハウェイ分析を省略するっていうことは許されませんよと、許可されていませんと。で、ハウェイテストは各取引に適用され、取引が行われた時点で検討されなければなりませんと。代わりに SEC は次のように主張していますと。流通市場であっても、取引される XRP はそれらの事実、状況、約束、期待の実現であり、今日その投資契約を表していると。で、この文の最後に、このような無条件の主張を支持する先例や権威の引用が一つもないのは注目に値しますと。そしておそらく SEC 自身もこの文章が法律の下で、法律の下で何を意味するのか全く理解していない。SEC の理論は個々のオレンジがオレンジである、だけでなく、WJ ハウェイカンパニーとの投資契約も表していると主張するのと同じであるって。これは何かっていうと WJ ハウェイがね、始まったきっかけとなる事件なん
ですけども、ハウェイ社がね提供している土地だけではなくて、そのオレンジ、土地で販売しているオレンジについても XRP とね同じように、XRP はオレンジについても言及しているのと同じことですよと。で SEC の理論は、無実の保有者が深刻な被害を受けなければ少しは笑えるだろうと。で SEC はその理論を支持する先例を掲示せず、その経験者の意見を放棄していますと。で SEC はその理論的根拠となる判例を何ら掲示していないと。で先例が存在しないため SEC の当初の目的は意見を述べる前に一人の XRP ホルダーにもインタビューしなかった専門家エキスパート1の推測に依存することでしたと。で SEC は流通市場で取引されている今日の、今日の XRP がリップル社との投資契約を表していることを証明しようとエキスパート1の、に依存することを意図していましたと。でエキスパート1の重要な控訴訴訟の後 SEC はエキスパート1の意見に依存しないことを選択しましたと。この逆転劇はそのことを物語っていますと。裁判所の日程指示書によると声明証拠書類、および補足文書はまだ非公開とされたままですと。しかしアミカツが入手できる証拠は SEC がこの専門家とされる人物を信頼しないことを選択した理由を明らかにしており、これは SEC の訴訟に対する、致命的な打撃となりますと。で SEC は法的弁護士や、XRP 保有者に起因する情報や行為に関する証拠を一切提供していませんと。で SEC の専門家は XRP 購入者にインタビューしていないと、証言していますと。で SEC の専門家は XRP ホルダーが、リップル社の言動ではなく XRP が時価総額でトップ10の、暗号通貨であり他と比較して安い価格だから上場していたから取得したことを知り、もっとたくさん分析する必要があると認めていますと。で SEC 専門家は XRP 保有者が商品やサービスの支払いや法定紙幣の代替品としての使用など投資以外の目的で XRP を取得したことを知ると、異なる議論に結論に、達したかもしれないと認めていますということですね。こういった内容で、ディートンさんの方ね、説明の方をされてます。で続いて4社目がですね、ベリダオですね、も提出をされました。内容はこちら、SEC の立場が本当に流通市場における XRP バリトークンのような全ての買い手と売り手に及ぶのであれば、この立場は法律とそれを支える規則の限界と衝突しますと。さらにデジタル資産、XRP やバリトークンなどが一般的に商品として扱われ、商品先物取引委員会 CFTC の管轄下に置かれる場合は、デジタル資産の仮保有者は、登録問題による取り消しや懲罰、罰則の対象となる売却に、関わることを恐れることはなく、デジタル資産の取引に関わることができるという大きな安心感を得ることができるようになりますと。証券と異なり商品は本来登録が必要ないと。このため、商品保有者は CFTC への登録が必要な限られた役割の中で非常に特殊な役割に関与してない限りは、規制の心配をせずに商品を取引することができますと。でこのような証券特有の配慮をしなければならないことはデジタル資産の流通を大きく阻害する可能性がありますと。特にバリトークンや XRP のようにデジタル資産の下流保有者が仲介者が得た利益を共有せず、個々の努力によってしか利益や価値を得られないような場合は非常に困りものですと。もし SEC がこの巨大な市場をコントロールできるようになれば XRP の多くの下流保有者はバリトークンの下流保有者と同じように保有するデジタル資産から具体的な利益を得るための方法を探し求める状況に置かれることになるかもしれませんと。でリップル社の略式判決申立書 SEC の申立書に対する異議申立書およびアミカツキュリエの準備書面にも記載されているように裁判所は SEC による規制の土俵乗りを土俵の乗っ取りを拒否する必要がありますと。で結論上記の理由により裁判所はリップル社の略式裁判の申し立てを認め SEC の略式裁判の反対申し立てを却下するべきですと。でまた、裁判所は、無登録販売の禁止を法律の明確かつ限定的な刑事を超えて拡大することを支持するいかなる判決も回避すべきですということですね。ので説明の方をされています。
そして、5社目がリーパーフィナンシャル LLC ですね。こちら XRP レジャーのプロジェクトになります。こちらも提出のされました。アミカスキュリアの関心事ということで、リーパーフィナンシャルの XRP レジャーの利用は、関係者や現電話中の他のアミカスでは取り上げてられてきませんでしたと。以下に説明するように、リーパーフィナンシャルは、独自のデジタル通貨である、RPR を利用しており、それは XRP レジャーと重なっていますと。で、2つ目が、XRP 自身を含む他のトークンの流通供給を削減するためのトークン投票に基づくプロジェクトであるという点で、リップルラボと他のアミカスとは完全に別の使用事例を持っていると。で、XRP レジャー使用時の取引コストに関連して、単数の多い XRP を使っていますと。で、XRP レジャーと XRP が本質的に証券であると裁判所が認定すれば、リーパーフィナンシャルの能力及び他の類似の XRP レジャーの、立場にあるプロジェクトが生き残るために深刻な打撃を受けることになりますと。で、リーパーフィナンシャルの利益は法廷から、アミカスの地位を与えられた他の団体の利益と重なりますが、XRP レジャーと XRP の使用事例っていうのは同時に斬新かつ独特であり、被告や他のアミカスによってその効果は十分に扱われることはないでしょうと。だからリーパー独特にね XRP レジャーについて言及することができると。で、リーパーフィナンシャルは XRP に加えて XRP レジャーの構成要素であるソフトウェアコード自体があらゆる種類の証券であり、本件によるおける SEC の訴訟理論によれば、リーパーフィナンシャルは定義上無登録証券の販売に従事しているという SEC の明らかに数年来の立場に大きな懸念を抱いているのですと。でしかしそのような主張はマイクロソフトの Excel や Google シートのような、他の電子台帳をそれ自体有価証券とすることを必然的に意味しますと。でこのような SEC の求める過度に広範囲な、全てを網羅するような基準は許されるべきではないということですね、の解説をされています。そして、6社目、これで最後ですね。クリプトカウンシル・フォー・イノベーションは、リップル社の、被告を擁護し、SEC の略式判決申し立てに反対するアミカスブリーフィングを正式に提出しましたということですね。で、内容の方、こちら、デジタル資産に対する証券取引委員会の執行方針は、関係者からの公正な通知を奪い、新たに出現したデジタル技術への投資と革新を阻害する危険性があると。で、行政法の原則は、特に新しく進化するテクノロジーの規制に関しては、公正な通知を要求する。ここでの SEC の措置は、予測可能性の追求や公正な通知の原則に反するデジタル資産への取り組みを反映したものであると。で SEC の取り組みは、技術革新と投資を抑制する危険性があると。思考ではなくて、規則制定が適切な道筋ではないのでしょうかと。で要は執行する前にねちゃんとルール作りをしてくださいと。で証券取引委員会を勝訴に導いた結果、執行に対する証券取引委員会の取り組みに重大な問題があることが浮き彫りになりつつあると。で既存の証券規制制度は XRP のようなデジタル資産に機械的に適用することはできないと。リップル社が XRP を投資契約として提供販売したという判断は他のデジタル資産保有者や米国暗号産業全体に損害を与える可能性がありますということですね、解説をされています。だから結構ね大きくね皆さんね、もうリップルだけではなくて暗号通貨全体にね今回この訴訟っていうのは関わってるんですよと、多大なね、被害を被る人がいますっていう形でね、配信などされてます。もうこれでね まだね、アミカスの方正式な準備書類出てくるかと思いますが、またね、出ましたら僕の方でねまとめて、撮っていきたいかと思います、動画の方ね。で僕の方でね一応この SEC 関連だったりリップル関連だったり、あとはフレアネットワークス関連だったりとか、あと DAPS 関係でね、全部毎日情報の方を海外から精査してまとめて、動画の方もできるだけ毎日ね配信できるように、頑張っておりますので、よかったらねまた次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE
LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。